はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい、皆さんお待たせいたしました。今回は、猫のお話です。はい、前々からね言ってたんですけど、ついにね猫を飼いまして、私初猫です。はい、人生初めてで猫を飼うんですけど、うちに来たのがね5月の28とか、1週間ちょっと前で、まだねトライアル期間中なんですけど、もうかなりね今慣れて元気に遊んでる感じです。はい。ちょっとね、今回ね、スペシャルゲストとしてお呼びしたんですけど、今ちょっとね、寝ているので、後で呼びます。はい。後で呼びます。はい。で、なんで今回猫を飼うことにしたかというと、実はね、今年、絶対に飼うって決めてたんですよ。もう去年ぐらいから。今年、猫を飼いたい。もうずっと私は猫を飼いたくて、猫も犬とかもすごい好きなんですよ。夢はね、どっちも飼うことなんですけど、今の現状的に猫がね、私には合うかなと思って、ずっと猫を家族にしたいって思ってたんですよ。で、本当の計画は、今年の冬とかに猫をお迎えする準備をしようと思ってたんですけど、なんで今、もう5月に猫を迎えることになったかというとですね、理由はね、とってもシンプルですね。はい、我慢ができなくなったからです。もう、本当に私毎晩寝る前に、YouTube とか SNS で猫の動画とか犬の動画とかよく見るんですよ。癒されるんですけど、なんか、もう我慢ができなくなっちゃったんだよね。で、別になんか冬に飼う理由も特になくて、冬に飼えるんだったら今も飼えるんじゃねっかって思って。で、今だったら旦那さんも結構在宅勤務で家にいることも多いし、準備もできるから、じゃあもう飼っちゃおうと思って、もう本当私、もう決めたら即行動するタイプなんで、もう5月の多分最初ぐらいにゴールデンウィーク中に、はい、もう猫飼いますって自分の中でもう意思決定をして、今月中に猫を家に迎えたいっていうのをゴールにして、いろいろ準備してたんですよ。で、5月ね、もう皆さんにお話ししたんですけど、結構いろいろ忙しかったんですけど、猫の準備がぶっちゃけ一番忙しくて、っていうのも何にも知らないわけですから、猫について。だからまず部屋の片付けとかして、いらないものを売ったり掃除したりしてたんですよ。で、でっかい家具とかもいらないものとか売ったりしてたんですね。その時にね、実はちょっと詐欺に遭いそうになって、この話結構面白いんで、今度お休みポッドキャストとかでお話ししますね。はるかさん、詐欺に遭うっていうお話。はい。で、いろいろあって、なんかブックオフとかで本とかも大量に売って、猫スペースを確保して、その猫のためのグッズとかもいろいろ買って、勉強して、それが大体2週間ぐらいかかって、で、もともと私はこの猫がいいっていうものがなかったんですよ。例えばなんか今最近人気のマンチカンっていう種類の猫がいいとか、スコティッシュフォールドとか、ロシアンブルーとか、なんかペルシャとかいろいろあるんですけど、そういう猫がいいっていう気持ちとかが全くなくて、黒猫が好きだから黒猫がいいなぐらいの気持ち。できれば。で、黒猫ってペットショップとかブリーダーさんであんまり売ってないんですよね。だから私はもうじゃあ保護猫を迎えようと思って、はい。保護猫ちゃんを一匹迎えたっていう感じですね。うん。はい。で、どんな猫かというと、さっき、後でね、ちょっとご紹介しますけれども、黒猫です。黒猫で、1歳の保護猫。はい。1歳ですね。ちょうど来た時に1歳ぐらい。で、男の子で、山梨の山奥にいたところを保護された猫ちゃんらしいです。はい。ただね、うちの猫ちゃん、めちゃくちゃ人慣れしてるんですよ。人間が大好きで、
本当に。なんかもう本当に人間好きなのよ。そう。だから、多分、その保護猫っていうか、もともと野良猫なんだけど、多分人間に捨てられて、3ヶ月ぐらいで発見されたらしいんですけど、その山奥に誰かが捨てて、で、1匹だけいたんですって。その、うちの猫ちゃんが。で、どこにいたかというと、なんか山奥の知らないなんか、おじいちゃんの家、おじいちゃんが一人暮らししてる家の、布団の中に寝てたんだって、勝手に。可愛すぎる。そのもうエピソードが可愛すぎて、そう。で、なので多分捨てられた猫。なんか猫ちゃんって生後6週間とかで人と一緒に触れ合ってたら、フレンドリーというか人を怖がらないらしいんですけど、その6週間の間に人と触れてなかった、野良猫とかは結構その警戒したり威嚇したりする猫ちゃんが多いらしくて、なかなか飼うのが大変なんですけど、うちの猫ちゃんはもう超フレンドリーです。はい、もうまだ1週間しか経ってないのに、後ろついてきてミヤ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 泣いてるみたいな。もう顔もスリ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 みたいな。で、噛んだりもしないし、引っかいたりもされてないですね、まだまだ。うん。すごいいい猫ちゃんです。はい。名前はですね、モルガナくんです。これもね、今もう気づいた方いらっしゃると思うんですけど、ゲームのね、ペルソナ5のキャラクターから取った名前です、モルガナは。はい。はい、そうです。なので、モナ君って呼んでます。モナって呼んでますね。モルガナだと呼びにくいから、モナって呼んでます。名前を決めるのにもね、いろいろ旦那さんと話し合って、基本的に私たちはゲームとかアニメとかに出てきたキャラクターの中から選びがちだったんですけど、なんか旦那さんはリーグオブレジェンズのなんか猫のキャラクターがいいっつって。で、私はモルガナにしたいって言って、モルガナになりました。はい。そんな感じですね。うん。でですね、日本に来て保護猫を飼いたい方っていると思うんですけど、日本の、保護猫を迎える、里親になるっていうんですけど、保護猫を迎えて里親になるのはかなり厳しいです。はい。なんか他の国より結構厳しいと思いますね、聞いた話だと。どういう手順を踏むかというとですね、まず、その、譲渡会っていう保護猫を、なんていうのがいっぱい集まるイベントみたいなのがあって、そこに、見に行って、いろいろお話をして決定するみたいな感じ。で、私も今回、日本橋にある譲渡会に行ったんですよ。はい、5月中に。猫三昧っていう名前のグループがやってる、譲渡会に行って、そこには多分10匹ぐらいの猫ちゃんがいたんですよね。子猫とか、普通の大きい猫ちゃんとか、いろんな猫ちゃんが集まってて、今後その時はね、なんか山梨から来た猫ちゃんたちが多かったみたいなんですけど、うん。で行って、その場所によってその条件って違うんですけど、基本的に面接みたいな感じでお話しすることがあります。例えばあなたは結婚してますかとか、子供がいますかとか、あとはなんか猫アレルギーありますかとか、猫飼ったことありますかとか、普通にお仕事は何してますかとか、家に何時間いますかとか、年収はどのぐらいですか、1ヶ月猫にいくらお金を使えますかとか、もし自分が病気になったらどうしますかとか、子供を産む予定はありますかとか、めちゃくちゃ聞かれます。いろんなこと。そう。で、私が行ったその猫三昧っていうグループの譲渡会は、すごい評判が良くて、基本的に、しっかりしてる人で、仕事をしててお金がある家、ある程度ね、お金がある家だったら、トライアル OK っていう優しいグループだったので、私はそこに行ったんですけど、本当はそこに行く前に、猫シェルターに行く予定だったんですよ、東京の。でもその猫シェルターはめちゃくちゃ厳しいらしくて、基本的に、ノーって言われるっていうのをなんか書いてあったんですよ、レビューで。すごい厳しい面接があるみたいで、私は猫を飼ったことないので、多分ノーって言われるかもしれないと思って、今回はそこの
シェルターには行かないで譲渡会に参加したって感じですね。だから日本で猫飼いたい方、多分留学生とかは無理だと思う。ビザの関係とかで無理って言われる。あと気をつけてほしいのは、小さい子供がいる方もダメですって言われることが多いです。そう。あとはなんだろうな、カップルとかもちょっと危ないらしい。カップル。なんか別れたりしたらどうするかとか、なんかいろいろ聞かれるらしくて、結構厳しいと思うんですけど、ご結婚をしていて、子供も大きかったり、あとは子供いないとか、そういう夫婦で、なんか旅行ばっかり行くとか、そういう人じゃなければ、大体 OK だと思います。あとね、日本語が話せないと、ちょっと保護猫を迎えるのは厳しいようですね。その、イングリッシュ OK なところは、あまりないようですね。うん。そう。で、いろいろ話してトライアルお願いしますって感じになって、で、私がその猫を飼う条件として言われたのが、ベランダに、脱走を防止するためのフェンスを自分で作ってくださいって言って、私結構フェンスを作って、あと扉とかにも、フェンスを作って、なんか刑務所みたいになってるんですけど、それをまず作ってください。で、あと道具を、全部買って、準備できたらトライアル開始ですって言われて、急いでなんか餌とかトイレとかいろんなものを全部準備して、それを写真で送って、OK みたいな感じで猫が来たって感じですね。うん。はい。費用はですね、その猫グッズを抜きにして、猫ちゃんだけだと、えっ、と、だいたい27,000円ぐらいだったかな。そう、プラスなんか寄付金みたいな、そのグループへの寄付のお金もプラスされてて、だいたい3万ぐらいだったと思います。はい。うん。で、もう私の来た、そのモナ君は1歳なので、去勢手術もしてるし、ワクチンも全部打ってあるので、何も心配はいらない。で、健康ですし、なんか、病気でもないですよっていう証明書がもらえるみたいな感じ。はい。ペットショップとかね、ブリーダーとかに行くと、猫ちゃん1匹だいたい20万とか、それ以上するので、全然なんか、3万円はなんかすごい安いんじゃないかなって私は正直思いましたけどね。うん。これもね、場所によって値段も違いますので。はい。ちょっと猫ちゃん、ちょっとモナコ呼びましょうかね。やってきました。今ね、ポッドキャストのアプリで聞いてる方、ぜひ、YouTube のビデオポッドキャスト見てほしいんですけど、はい。はじめまして、モナくんです。はい。ちょっとね、大きい。ごめんね、怒っちゃった。ごめんね、モナくん。はい。見えますかね。黒猫です、がっつり。はい。結構、イケメン猫ちゃんって言われてて、顔がね、細くて、横顔がすごい綺麗な猫ちゃんですね。はい。はい。すごい甘えん坊です。甘えん坊です。毎朝、起こされますね。踏んづけられて。はい。ごめんね。はい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 。インスタグラムとかでね、猫の写真をアップしていこうと思いますので、ぜひフォローお願いします。猫の抜け毛が結構すごいんだよね。見えるかなね。黒いからさ、白い T シャツとか着るとさ、真っ黒になっちゃって大変大変。はい。そんな感じで。あとですね、日本でマンションで猫を飼いたい方は、誰でも飼えるわけではないです。マンションでペット OK なマンションの場合も、多分ほとんどのところが、その、ペット飼ってもいいですかっていうのを、大家さんに許可を取らなきゃいけない。なんか書類にどんなペットを飼くかとかっていうのを書いて、オーナーに提出するなきゃいけないと思いますね。はい。そういうのも、気をつけてくださいね。はい。そんな感じで、もしね、日本に住んでいて、その保護猫を迎えたいって考えてる方、いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube にコメントください。何かアドバイスできることがあるかもしれないので。はい。そんな感じで、今日は猫ちゃんのお話でした。はい。今日話した話、またトランスクリプト作りますね。私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと
Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。YouTube のねまた YouTube ライブをしようと思います。登録者数が1万1000人突破しましたので、6月18日の夜9時日本時間夜9時から YouTube ライブをしようと思いますので、ぜひ皆さんお待ちしております。はい。あとPatreon こちらのメンバーも募集しております。今回のエピソードで出てきた新しい言葉とかフレーズの意味とか説明したり、あとはおやすみポッドキャストっていうボーナスのポッドキャストをフルで聞けたりしますので、ぜひチェックしてみてください。あとシャドーイングコースとレッスンのメンバーも募集しております。会話レッスンしたい方ウェブサイトから予約できますのでお待ちしております。はい、そんな感じでちょっとじゃあモナくんとさよならしようか。おいでモナ。よし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 。はい、つかめた。はい、ポッドキャストの最後の言葉を言いますのでいいですか。はい、それではまた次回。さようなら。